Sokakudo. 今回は軽花木でカボションを作ってみたいと思います。今回加工するこちらの原石はちょっと大きいので、まずはこれを小さく切断していきます。この線のところで切断して真ん中の部分を使っていきたいと思います。軽花木とは木の細胞や隙間に二酸化ケイ素が溜まってできる木の化石のことです。木が化石になるまで数千万年や数億年という時間がかかるそうです。すごいですね。まずは1箇所目の切断が終わりました。中を見てみると真っ黒ですね。よく見るとうっすら柄のようなものが見えますが、ほぼ黒ですね。もう1箇所も切断して早速削っていきたいと思います。いつも通り320番のダイヤモンドのディスクを使って形を作っていきます。まだちょっと大きいかなと思いながら削っていたのですが、割れてしまいました。ちょうどいいのでこの割れた小さい方で削っていきたいと思います。いつもと同じように最初は輪郭をしっかりと作っていきます。今回はペアシェイプにしたいと思います。最初はペアシェイプのカボションを作るつもりで削っていたのですが、ちょっとそれだとつまらないかなと思ったので途中から削り方を変えてます。この形は何と言えばいいんですかね。八角形のペアシェイプでいいのかな。この形の一般的な名称を知っている人がいたらぜひコメントで教えてください。320番のディスクで形を作ったら、次は600番のホイールに移っていきます。さっきまでは硬い平らなディスクで削っていたので、削った面も直線的な形になっているのですが、次はクッション性のあるホイールで削るので、削る面が若干丸みを帯びるような形になっていきます。丸みを帯びるとは言っても、今回の形状は一つの面の幅が狭いので、ほとんど平らに近いような見た目になります。この段階でしっかりと磨いておかないと、後で磨き残しがあった時にやり直すことになるので、慎重に確認しながら磨いていきます。600番で一通り磨き終わったら、次は1200番、その次は3000番のホイールという形で番手を上げて磨いていきます。3000番が終わったら、次は酸化セリウムを使って仕上げの艶出しをしていきます。磨き終わったのがこちらです。ほとんど黒色ですが、部分的に木の茶色っぽい部分が出てきてますね。せっかくなので割れた片割れの方も削ってカボションにしていきます。削っていく工程は先ほどと同じなので、細かいところは割愛します。他の軽花木も気になって削ってみたので、こちらも紹介します。こちらは大きめの隙間にもしっかりと二酸化ケイ素が入っていて、透明度の高いアゲートのようになってますね。裏面は樹木感が強くてすごくいいと思います。今回磨いた軽花木は中身が真っ黒でしたが、ものによっては白かったり茶色かったりといろいろな表情を見せてくれそうです。軽花木はいろんなところで取れるのと、比較的安価に流通しているので、カボションカットの練習にはすごくいいんじゃないかと思います。ただ硬さは水晶と同じくらいなので、ちゃんとした工具を揃えてからでないとカットは難しいかもしれません。皆さんもぜひ軽花木を磨いてみてはいかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。